どうも、ダイキングです。Google Pixel を使ってません。Google からですね、フワちゃんみたい、まあいいや。Google からですね、新しい Pixel ですね、9シリーズが4つぐらい出ましたので、いろんな Google 製品一斉に発表されましたので、全部は見切れないんですけども、この Pixel シリーズ、スマートフォンを中心に Pixel 9ですね、どうなのかっていうのを見ていきたいと思います。すごいいい感じ、デザインはね、僕結構好きかもしれないです。かなりね、Apple っぽくなってる感じはするので、見ていきましょうか。どんな感じかね、変化点見ていきましょう。他にもいろいろ iPhone16 とかそろそろ出ると思うんで、そういった動画とかですね、レビュー動画いろいろありますので、ぜひね、お願いいたします。はい、Excel も買おうかちょっと迷ってます。ということで、やってみましょう。こちらが Pixel 9でございます。AI でもっと楽しくというところで、今回 Gemini かな、この新しいというか、Gemini っていう Google の人工知能でございます。AI がね、押されてますね。なんで今回、Google Pixel 9かな。この9と9 Pro、9 Pro XL と、9 Pro Fold っていう形で、2、3、4機種一気にね、ラインナップ的にもかなり iPhone みたいになってきてるんですが、で、実質39,800円からっていうね、これ割と持ってる感じはあるんだけど、例えば対象のスマホですね、下取りして、Google のストアクレジットっていうのがもらえます。これ後ほど説明しますけど、だったりとか、なんか設計図みたいなのがもらえるのかな、限定コレクションみたいなのとか、ジミニのアドバンスド、ハイグレードバージョンなのかな、なんかね、の6ヶ月無料トライアルとか、いろいろついてます。結構Google Pixel は特典が多いのが特徴になりますね。今回出たの Google Pixel 9、9 Pro、Pro XL ですね。サイズが大きいタイプと、あと折りたたみの9 Pro Fold っていうのが出ております。あとPixel Watch 3と、今回そこまでね、この2つは扱わないんですが、Buds Pro っていう、イヤホンですね。キャン性能が2倍になったりとかしてます。で、価格もね、なかなか、かなりですね、iPhoneとほぼ同じような設定になっております。はい。ウォッチとか、バッツプロ2あたりもね、かなり似せてきてる感じはあるんですが、1月15までかな。これ数量限定になってますけども、設計図みたいなのがもらえると。ハードウェアデザインかな。はい。なんか面白いですけども、予約はもうね、開始しております。Pro XL9 っていうこと。1個ずつ見ていこうかなと思いますね。9 Pro Fold。はい。あと、Pixel Watch。タブレットは、以前出たやつかな。はい。こんな感じになっておりますけども、で、この記事ね、結構面白いんで、一部紹介しますけども、あとこのニュースレターとかね、登録しておくと、クーポンとかね、くれたりするんですよ。普通に。メール登録するのおすすめでございます。ということで、まずね、Pixel 9からいきましょう。基本的な機能はね、全部ベースは同じなので、見た目とかね、デザインとか見たいかなと。価格が128,900円。で、発売日はね、確か8月22とかだったはずです。機種によってね、微妙に違うんですけども、カラーがこのピオニーってやつかな。ピンクっぽい感じのやつで、今回カメラがね、すごいこの横向きの、なんかね、これ検索窓、Google のジェミニかな。Google のこの検索窓をイメージしたデザインらしいです。はい。で、このウィンターグリーンかな。で、実機のね、動画とか出てるんです。僕も見たんですけども、思ったよりもう少し薄いイメージだった気がしますね。でパーセルンがホワイトっぽい、淡い、ちょっとゴールドがかったような感じで、あとオブシディアンですね。ここら辺はいつも通り、ブラック、ちょっと薄いブラックなイメージなんですけども、で、側面が今回ね、なんで丸くなってますね。丸くなっております。で、下取りとか、あとなんか Google プレファードケアみたいなね、もう完全にこれ Apple ケアみたいなのがですね、出てて、1年保証はね、ついてるんですけど、それをプラス1年、2年間にできるっていうものになっております。なんで AI とかね、なんか 3D でね、デザインは詳細が 3D で結構見えますので、なんかすごいな。で今回そうそう、背面ガラスがなんかね、サテン仕上げのメタルフレームとカメラカバー。耐久性がアップしてるらしいです。傷がつきにくくなってる。ジェミニが、あるね、いろいろ。カメラが、今回なんで50メガピクセルと、超広角がね、48メガピクセルになったのかな。はい。このカメラデザインが特徴的かなと思います。で、自撮りに関してもね、10.5。解像度はそんな上がってないんですけど、グレードされてるみたい。はい。ディスプレイも若干大きくなってるのか。1.3インチなんで、アクチュアディスプレイ、120Hz 対応しております。はい。ぬるぬるですね。画面はね、っていう感じかな。で、結構これね、見えるんで、USB-C 端子で、スピーカーがね、なんか面白いのが下にあって、で、SIM カードスロットね、SIM カードスロット下にあります。で、充電速度も確かね、45W ぐらい速くなったような気がする。で、マイクと、これ何なのかなと思ったんですけどね。これ何なんだろう指紋認証ではないと思うので、何なのかちょっとよくわかんないんですけど、カラーごとにこう見えるんで、はい。カメラはね、やっぱって
張ってるかなっていうところはありますね。これをどう見るかっていうところ。AI 機能、Gemini だと、メールをこう、最近のね、その重要なメールを要約してくれて、Gemini に言うと Gmail からこう引っ張ってくれるみたいなので、ライズアップのこの時間がね、なんか延長とか変わりましたよとか、水道料金の支払いがありますよとか、あとね、これ面白いんですけど、自分が撮影した後に自分も入って映るみたいなことができる。これで1枚撮って、その後に自分一人で撮るみたいな。これなんかね、面白い。いつ使うんだよって思ったんだけど、使うタイミングがよくわかんないけど、はい。あと写真の外の世界をこう描き足すっていうね。これはまあね、よくある機能だね。AI の。囲って検索とかかな。まあって感じ。この写真はね、結構面白いですね。1枚目の写真を撮って、なんかね、ARでここがそのまま投影された状態になってて、でこれで2枚目の写真を撮るんですね、自分だけで。そしたらこう全員で写ってるようなっていう写真が撮れるらしい。パーンって感じなんだけど、あとみんなが満足するこうグループ写真、顔をこう後から変えれますよっていうか、変えれるというか何枚か撮っていいやつ、ベストショットかな、いいやつを後から変えれますよっていう顔を、実際はいくつかこうデータが入ってて、でピンボケでないやつをこう後で選べるとか、そういうのね面白いですよね、このね。はい。あと AI のこの編集マジックとかに関しても、構図ね、こう周りを付け足したりとか、あと位置調整とかもね、こうどこまでこうできるのか実際やってみないとあれなんですけども、できたりとか、そうだね、この消しゴムマジック、はい、フワちゃんねフワちゃんは消せなかったけど、刷り込んだものを消去できると。で50メガピクセルの広角カメラ、結構夜景には強いのかな。ピクセルのカメラはねやっぱでも綺麗です。であと48メガピクセルのウルトラワイドかなんで、マクロがね今回綺麗になってるんで、いやーこれ期待したいですけどね、少しね。はい。で自撮り写真、ピクセル9に関しては10.5メガピクセルなんで、解像度はそこまで上がったっていう感じではないですかね。広角ズームは2倍までになってます。でデジタルズームで最大8倍ですかね。ピクセル9はリアルトーンとかね、これ面白いですけどね。ガイド付き自撮り機能で、ロービジョン、目がね良くない方でもこう振動とか音声でこう案内してくれて撮れると。こういう機能いいですよね、やっぱね。このテクノロジーの活用っていう感じで、これね結構プロモーションされてたのが、実際こう冷蔵庫の中の残り物を取って、でそれによってこうジェミニがレシピを作ってくれる。これアメリカなんで、ね、レンズ豆とビーツのバーガーっていうなんかすごいよくわかんないメニューになってますけども、はい。こういうのもできるとことみたいですね。その場でね結構解決とか AI はやっぱねかなり便利で、囲って検索ね、はい。これはあんまり使わない気がするんだけど、正直ねどうなんだろうはい。便利ではあるけど、画像検索はね割としますかね。でもね、セキュリティ面も海外情報アラートが送られるというところで、これはでも前からあったのかどうなのかわかんないんですけど、あと自己検出とか、ここら辺はかなり、Apple っぽいなっていう感じはします。迷惑電話のこのスクリーニング機能とかもね、便利な機能っていうところで、画面がね 6.3 インチになって少し大きくなってます。前の Pixel 8から。でアクチュアディスプレイで 120Hz のリフレッシュレートですね。で明るさが確か標準で2000、標準でね上がってるんですよ。ここら辺は iPhone よりやっぱいいところというか、リフレッシュレートがねヌルヌルしてるんで、画面がすごい滑らかに見えるんですよね。で今回 Tensor G4 最新のやつが、全モデルねこれ入ってますので、メモリは 12GB になってます。プロが16だったかな。後ほど比較しますけども、バッテリーはねやっぱピクセルシリーズねかなりいいです。で30分で 55% までいけると。でバッテリーセーバーで最長100時間、バッテリー持ちねかなりいいんですよね、ピクセルね。 OS のアップデートも7年間提供、これなんか保証みたいなの入ってます。そこもねすごいいいとこかなと。 Android のやっぱその弱みはねどうしてもサポート面ねとこはあるんで、見た目変わって丸っこくなったのと、衝撃とか水に強くなったみたいです。傷がつきにくくなったらしいです。前面と背面ガラスね。おおすごい。カラーもね可愛いね。グリーンもいいかな。いいね。ということで9 Pro 9と9 Pro フォールド、だいたいね9 Pro が3万円差ぐらいですかね。フォールドはさすがに10万ぐらいねガンって倍ぐらいになっちゃうんですけども、かなりね、ここら辺の価格設定は iPhone とね、もうほぼ同じですね。これが面白いところ。1700ニットはね最大輝度かな。ただピーク輝度なんでいつも明るいっていう感じではない。光学ズームが2倍までですね、5倍10倍までいけるようになった。9 Pro なんですけども 59,900 円なんで、もうほとんど iPhone と一緒だね。15 Pro と同じぐらいの価格になっております。ここら辺どうですかね皆さん、価格ちょっとコメントいただきたいんですけども、高いのかどうなのここはっていうね。はい。で今回ね新しく、前はねこのプロシリーズは大きい画面かな、 6.7 とかだったのかな、1個しかなかったんですけど、今回なんでこの 6.3 インチっていうちっちゃいものがね出ました。これは嬉しいですよね。プロ 6.3 インチが 159,900 円、いわゆる iPhone 15 Pro ですね。でこっちがなんでプロマックスって感じかな。
Pixel Pro XL っていうのが画面が大きいサイズになります。15 Pro Max みたいなね。こちらが17万7900円。で、発売日がね、確か微妙にね、違ったはずです。ちょっとここに書いてないんであれなんですけど、6.3インチの方は9月2日だったかな。ちょっと遅かった。確か Pro XL の方が少し早いはずです。カラーが、このプロ、なんだっけパーセレンとこのローズクォーツっていうね、いや、これもじゃあ iPhone もローズゴールド出んのかなっていう。結構ね、ピクセルシリーズで iPhone ってね、カラーリングが似てることがあるんで、ローズゴールド噂されてるんで、ちょっと信憑性が高まったような気がしたりしなかったり。はい。で、ハゼルが、これすごいいいんだよね。グレーっぽい、ナチュラルチタニウムっぽい感じ。この色すごい好きだな、俺。で、オブシディアン。これなんでブラックですね。今回なんでこう、ツヤっぽくなったね。ピクセルシリーズね。もうかなり iPhone に近くなった気がする。で、下取りとか、ここら辺はいいとして、はい。ここら辺のね、中の機能面は基本的には一緒ですね。この AI とかの機能は全部やっぱり一緒で、さっき言ったように、プロシリーズは 6.3 インチ、6.8 インチの、2サイズになりました。で、光沢のあるマット加工のガラスで美しい2層仕上げのカメラカバーね。仕上げのメタルフレームということで、チタニウムではないな。うん。けえな。デザインな結構好きですね。めちゃくちゃ iPhone っぽいよな。こういうのもあれだけど。ああ、いいな。いや、でも俺ハゼルがいいかな。すごい。どうですかね、皆さん。ぜひコメントいただきたいんですけども。で、カメラについては基本的にはね、一緒なんですけど、この望遠レンズが、光学ズームが2倍、5倍、10倍かな。これ30倍はデジタルズームだと思いますね。光学ズームは綺麗な画質で僕撮れるっていう感じで、ウルトラワイドこっちもね、48メガで、前面カメラがね、42になってるんで、なんでインカメラと望遠性能が Pixel 9との大きな違いかなと思いますね。動画もね、8K が撮れるようになりました。夜の撮影とかはすごい綺麗です、ピクセルやっぱり。動画もすごいね、いい。補正できる？どういうことなんだろうね、すごいな。はい。新しいステージっていうことで、割とズーム性能もいいです。カメラをコントロール。なんかね、プロモードみたいなのが入ったのかな、今回から。はい。前からあったのかわかんないけど。で、色合いとか、ここら辺はさっきと一緒かな。Pixel 9と機能的には一緒ですかね。この AI とかは。はい。ジェミニとかも、こっちはスーパーアクチュアディスプレイなんで微妙に解像度は良いかなっていう感じ。あとリフレッシュレートがね 1Hz からになってるんでより滑らかに見えるかもしんない。わかんないけど。はい、こっち G4 でテンサー G4 は全部一緒なんですけどもメモリが 16GB になっております。ただバッテリー時間はそんな変わんないのかな。30分で 70% なんで充電速度はちょっと速いですね。プロの方は。ここら辺は大体一緒かなっていうところでございます。見た目のところとやっぱり違いはね画面とかカメラが一番大きい機かな多分ね。はい。あと、9 Pro Fold でございます。25万7500円。思ったより頑張ってるなっていう感じ。30万ぐらいするんじゃないかなって思った気もするんですが、はい。パーセルのところのオブシディアンの2色になっております。これね、でも良さそうなんだけどな。はい。この AI 機能とかはね、基本的には一緒なんですけども、すげえスリムになりましたよ、今回ね。Galaxy Fold 6よりも、薄い。めちゃくちゃ薄いです。で、縦長になったのかな確かね。はい。で、明るさもかなり明るく 80%。今回8インチになりました。大きくなってる。少しね、アスペクト比っていうか大きさがね、横長だったのが縦長になったんで、すごいね、使いやすくなってるんじゃないかなと思いますね。フレックスインナーディスプレイ。6.3 インチのアウターディスプレイ、外側のやつと、中が8インチになってます。で、落下とか水に強くて、デザインがすっきりと一新されたカメラカバー。すごいデザインだよね、これね。出っ張りはどうなんだろうって気はするけど、閉じても結構薄いんで、すごいよね、この、いやいいな。ただね、ここ気になるんだよな、俺。このさ、丸いこの変なデザインって言ってあれだけど、これちょっとどうにかしてほしかったな。ただオブシディアンだとね、そんな目立たないんで、ブラックでもいいのかな。どうなんだろう。めちゃくちゃ薄いよな、これな。デザインはね、この横側から見るのは好きかな。この上のこれどうにかしてほしい。これいらなくねって思ったんだけど、エミニとか他はね、基本的には一緒ですね。こういったようなね、翻訳とかだと、アウターの外のディスプレイがあるんで、こっちでこう見ながら相手に見せながら同時にこう翻訳とかはできるので、こういうのはいいですよね。あとは分割してこうタスクやるとか、そうこのポップアップバーみたいなこんなんあったっけと思ったんだけど、ギャラクシーっぽい感じにはなってそうで、カメラとかに関してはね、若干1個劣る感じかな。9 Pro と比べたら、はい、トリプルカメラで、解像度は一緒なんですけども、望遠レンズはでも5倍しか確かできないのかな。2倍できたっけ基本的には一緒です。そうだね。なんでアウターカメラでこう撮れるんで、綺麗に背面カメラでこう自撮りできたりはするので、そういうのは折りたたみいいところですね。こういうことができるから、はい、全員で確認しながら撮影、すごいな。
はいはい。まあ、逆側を見せれるんでね、相手に。まあ、そういうのができるね。そう、こういうのね、面白いんでね。カメラこっち撮ってる間にこっちのディスプレイでこう子供にこれ見せる。はい。これなんか他の折りたたみでもあって面白い。まあ、こういうのは面白いね。まあ、書き足すとか、まあ、ここら辺は一緒だね、さっきと。いや、この大画面がね、いいですよね、結局ね。8インチ、まあ、iPad mini ぐらいのサイズ感。ケーブルモードで見たりとかね。まあ、あんまこの使い方しないけどな。まあ、マルチタスクとかもいいのかな。両面で顔認証というところで、まあ、テンサー G4 が、前のやつはね、テンサー G2 だったの。ちょっと1個前のやつだったんですけど、はい、さすがに入れてくれましたね、最新のやつ。というところで、一応ね、これ前の記事があったんですけど、すごい分かりやすくて、これが。薄くなりましたよ。これがね、ピクセルフォールド、まあ、初代のやつですね。はい。もうとにかくもう極薄になりました。10.5 ミリ。これは薄いですよ、かなり。普通のスマホとそんなにもう変わんないレベルまで来てまして、で重さがね、26グラム。まあ30グラム弱軽くなってるんで、まあ、ギャラクシーフォールドの方がちょっとまだ軽いんですけど、まあでもかなり軽くはなってね、280は重かった。なんで、プロマックスとかまでいかないけど、それぐらいの感じにはなるのかなと。まあ、閉じた状態でも使いやすいのかなっていう気はしますね。あとベゼルがね、そう結構ね、薄くなってて、画面がかなりスッキリ見えるんですよ。で、やっぱ縦横比がね、縦長くなってる、なんか大きく感じるよね。すごい。っていうのは、これ見てかなり思いました。最小値が 1Hz になってるから。はいはいはい。で、地味に Wi-Fi6いいから Wi-Fi7 搭載分割とかね、まあ、見やすいとかね、まあ、自撮りとかやっぱしやすいよ、両面使えるからっていうところはありますね。こういう使い方ができるんで、アップデート保証で、まあこんな感じで割といいアップデートではあるのかなと思いますね。ちょっと高いけどね、やっぱまだ三笘薫さんピクセルフォールド本当かよおいちょっとまあ比較なんですけども、価格はなんでまあ3万円弱とまあ10万円ぐらいよね。ここはまあ差はありますが、でサイズ感に関してはね、この9と9 Pro は変わらないです、実は。全く一緒で、重さもねほぼ一緒でしたね。プロ XL が221とかだったかな、確か。まあ XL はでかいんであれですけども、基本的なものはやっぱり変わらないです。厚さも 8.5 ミリ。はい。まあフォールドはまあ変わるんだけど、もちろんね。ディスプレイが、微妙に違いますね。ちょっとやっぱりプロ、間違えたと、微妙にね、やっぱりプロの方がいいっていうのと、リフレッシュレートが 1Hz からなので、バッテリー持ちがもしかしたらちょっといいかもしれないけど、画面が明るいからどうなんだろう。結局相殺されるのかなっていう。まあ、スペック上はバッテリー時間は一緒ですね。どっちもね。はい。うちより、そう、駆動時間に関しては全部一緒なんですけど、フォールドは、まあ、こっちのディスプレイあるけど、まあ、微妙にやっぱバッテリー容量がちょっと少ないんですよ。これがどうなんだろうっていう。なので、バッテリーセーバーは使えないみたい。スーパーセーバー使って72時間。はい。ただ、9と9 Pro に関しては100時間いけるんで、まあ、やっぱり微妙に、まあ、持ちは悪いのかなっていうね。両面ある分。で、急速ワイヤレス充電も対応してないのかなワイヤレス充電はできるっぽいんだけど、はい。あと、バッテリーシェアとかもできないと。プロフォールド、ここら辺かな。で、あと地味にこの防水なんだけど、防塵には対応してないというね。IPX8 ってなんか微妙なあれなんですけど。ストレージ、メモリは16で一緒かな、ここら辺はね。はい。セル9は12。になって、まあそんなには変わらないとは思います、正直ね。プロセッサー全部一緒になったんでね。ここはいいんですけど、でカメラが、ね、9 Pro がね、結局なんで一番いいか。一番良くて、ウルトラワイド。ウルトラワイドはなんで 10.5 メガなんですよ。多分1000万画素ぐらい。9 Pro フォールドは若干落ちてるんですよね。なんで。望遠に関しても一応入ってるんだけど、光学ズーム5倍だけど、こっちも10.8メガピクセル。この辺がなんか、っていう。光学ズームね、1倍と5倍しかないんですよ。9 Pro に関しては2倍、5倍、10倍いけるんで、10倍、まあ10倍使うかなっていう感じですけど、正直。5倍はめっちゃいいです、やっぱり。2倍、5倍は結構使うかな。ここら辺は。10倍はね、何いるかなっていう。なんで価格としては10万円ぐらい差があるんですが、カメラとか、まあ、全部のスペックはじゃあ上かっていうわけではないので、はい、まあ、そこら辺がなんかねっていうなんか揃えだからまあ9 Pro フォールドにしたのかなっていう気はしますね。なんかフォールドが上っていう位置づけではないみたいです。9 Pro が一番いいところなので 8K 動画とかもそうプロフォールドは撮れない。この辺もよくわかんない。前面カメラもなんで42メガピクセルなんで、9 Pro がいいですね、一番ね。まあ、前面カメラはまああんま使わないからいいか。はい。プロフォールドはね、とカメラ使えるんで、これかな。まあ微妙に違うけど、まあいいか。基本的なね、シネマティックぼかしとかも使えないんだよね、じゃあ。シネマティックモードみたいなのね。それちょっと微妙だな。まあカメラとかやっぱり気になるんだったら、まあプロ、9 Pro かなっていう気はしますね。なんで、まあただディスプレイの体験がね、すごい9 Pro フォールドはいいので、まあそこを重視するんであれば、9 Pro フォールドでいいかな。まあただ Pixel 9でも全然、まあ性能的には十分かなって思いますね。そんな望遠もね、普通の人そんな使わないと思うんで、はい、望遠性
いうのいらないんだったらね、基本的な性能は9 Pro と一緒なので、まあいいかなと思いますね。ないんでね。ピクセルウォッチもね、出てたんで、ちらっと見ますけど、今回なんで、52,800円ね、結構高くなったなって気はしますが、まあほぼね、Apple Watch と変わんないですかね。41、45って、サイズがね、増えました。もう完全に Apple Watch だもんね、この辺ね。このサイズ展開全然言えない。はい。まあバンドが3種類かな。常時表示、アクチュアディスプレイ。ただで何が変わったのかあんまよくわかんない。そうです。なんでまあ画面がこの大きくなったっていうのと、より明るくなってますね。まあ、画面明るいのがね、すごい見やすいと思います。常時表示の状態で24時間持つんで、まあまあいいかな。でも24時間かっていう感じだけど、はい。で、バッテリーセーバーで36時間。急速充電はなかったかもね。まあ地味なんだけど、結構まあ使いやすく進化してるかなっていうところ。まあ、ランニングとかね、こういう細かいところはまあいろいろあるんですけども、有酸素運動負荷を把握してトレーニングの質を改善とかね。ピクセルウォッチはね、まあかなり良くはなってますが、ただ決済面は多分ね、変わってないよな、今回な。はい。バッツプロ2もすごい、まあノイキャンがね、高くなってるんですけど、価格もすごい高くなってるんで、どうですかね、皆さん、ここら辺、価格のぜひコメント、買うかどうかとかも教えてほしいな。はい。もう長くなりそうなんで、どうでしょうか、皆さん、ぜひ。ということで、最後そうだ。キャンペーンがね、今、予約であるので、9月2日まで、ストアクレジットっていうのがもらえるわけですよ。このストアクレジットって何かっていうと、まあ次回ですね、次回のこの買い物時にこの Google ストアのものの中だったら何でも使えるよっていう感じなんで、まあ例えば、まあ何でもいいんですけども、ピクセルウォッチを買うとか、ケースを買うとかに使えるので、Apple ギフトみたいな感じです。なんでね、Apple ギフトカードみたいな感じですね。がついてくるんですよね、買うと。あと、まあなんかスケッチとかも、まあ、もらえるけど、はいっていう感じで、これがね、まとめかな。なんで、なんで9 Pro が一番でかいのかな。Pro XL があるか。が32,100円分のストアクレジットもらえます。なんで、まあ、ピクセルバッツプロとかに使うのがいいかもしれないですね。まあ4000円ぐらいで買える。プロ XL に関しては5万円分ストアクレジットがあるので、でかいよね、交換。なんで、まあ、ピクセルウォッチの 41mm だったらほぼタダで、ただ、まあ2000円ぐらいでもらえると。2700円か。とか、あとピクセル9に関しては2万4000円分ぐらいですので、なんとも言えないな、これね。ピクセルバッツプロの買う資金にするか、まあなんかケースとかですね。まあ他にタブレットとかもあるんで、買うのがいいので、プロフォールが57,700円で、まあ結構大きい。ただまあこのプロ XL が結構一番やっぱいいような還元率的にはね、価格が結構8万ぐらい違うのに、そんなストアクレジットは変わんないっていう。一応ウォッチとかも全部、1万円ぐらいはついてきます。で、バッツプロも6,800円ぐらいつくんで、まあケースとかそういうのがいいのかなって感じですかね。っていうところでございました。ぜひ皆さんどうでしたか？ピクセル、iPhone もね、そろそろあるんで、気になる方はぜひコメントいただければなと思います。タブレットとかね、まあ、スマートフォームとかそこら辺に使うのもいいかなと思いますね。68,000円とか。アクセサリーもね、ケース結構ね、可愛いんだよね、めっちゃ。こういうのに使うのがいいんじゃないかなと思います。はい。なんかマグセーフケースみたいなのあるんだよね。しかもめっちゃいいじゃんっていう。いや、もうなんかマグセーフにしてくれよって感じなんだけど。充電器もなんか可愛い。なんかすごいね。なんだ形してるものあるんで。面白いよね、こういうの。なんで、まあ、ストアクレジットはそういう形で使えますので、結構いろんなケースとか揃ってきてるんで、iPhone とかですね、iPhone16 も多分来月、9月来ると思うので、Apple Watch もね、出ると思いますね。そこら辺どうなるのか気になる方はぜひね、見てみてください。最近プライムで終わって、まあ、iPad とレビューとかね、iPhone15 のレビューもね、今準備してますので、昔のやつもあるし、あと Mac のレビューとかもあるので、ぜひチェックね、これとかしてもらえばなと思います。あと、まあ、随時コミュニティ欄の方で、これすごいいい出るので、27インチのモニターとか、このセール情報みたいなのも、このガジェットいいんじゃないかっていうね、いろいろ上げてますので、ぜひ見てもらえばなと思います。好きな方はぜひね、この動画良かったなと、高評価とチャンネル登録してお待ちください。はい、ということで、いかがだったでしょうか。ぜひ、そうだ、チャンネル登録お願いいたします。ピクセル9ね、ぜひ感想とか、どうですか、コメントね、いただければ全部見てますので。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。じゃあ、またねー。いやーでもピクセルね、いいっすよね、結構ね。ちょっと高いなっていうまあ iPhone と一緒ですからね、値段が。まあその Android 版の本当 iPhone って言ってもね、全然いいと思います。どうよ。うん。デザインいいからちょっと買うかどうかですごい迷ってるんですけど、またコメント見ながら決めますとか言って買うなら多分9、でも9 Pro かな。パーセルんじゃねえわ。なんだっけ、グレーっぽい、ハゼルかなの色がめっちゃいいんですよね。あれめっちゃ好きだわ。グレーっぽい感じ。が好きなんで、プロモデル 6.3 インチは9月なんですよ。9月以降に発送、多分9月2日とかだったかな。なんで、プロ XL にするかもしれない。わかんないけど。高いんだよね。でもね、iPhone も買うからさ、ちょっときついって。厳しいって。厳しいって。